ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、小じじゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。小じじゃと言うても、もらいに行かねば小じではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。流行り歌にも、松葉の模様が気に入った。枯れて落ちるも二人連れ。この打ち込みがあれば信心も本当なものだが、またの文句に、もみじの模様が気に入らぬ。もみじ色づきゃ秋が来る。というがこれではならぬ。信心も少しはわかり、佳境に近づいてくる。何かがある。もう動揺する。信心の帯がしっかりできておらぬからである。信心は神が見たもう聞きたもう世界に生き抜くことである。信心は神が見たもう聞きたもう世界に生き抜くことであると。神様ご昇覧の世界ということですね。と同時に、人様に見られても良い世界というのでしょうかね。今朝は負い目の中でちょっと困ったな、どうしようかというような負い目をいただきました。それは自動車の鍵がありますね。鍵を差し込んで、今はボタンでもいいらしいですけれども、昔風の鍵を差し込んで回してエンジンをかけるあれですね。で、その鍵を回しましたところ、その鍵がねじ切れたのですね。で、鍵が中に入ってしまって、いわゆる鍵が折れたというのでしょうかね。そんな感じでした。それで、その折れたねじ切れた折れた鍵、ねじ切れたその鍵というのが、車にはよく2つの種類の鍵がついてきますね。一つは全てに使える鍵。もう一つはダッシュボードに鍵をかけたときにそれを開けることができない。またダッシュボードの開け閉めができないという鍵ですね。いわゆるその工場に修理に出したときなどにダッシュボードに鍵をかけて中の貴重品を守る。それでエンジンはかかるけれどもダッシュボードを開けられないという鍵ですね。そのある意味制約のある鍵ですね。その制約のある鍵の方が壊れたのですね。で、どういうことを神様が教えてくださったのだろうかと新中記念の時に思わせていただきました。そうしましたら、こういうことであろうかと思わせていただきましたのは、いわゆる公私混同をすると言いますね。あるいは混同しないとか、公の生活、仕事場なら仕事場、そして、家に帰れば家でのプライベートな私生活、それを公の姿と私生活での姿が別で分けるというわけですね。そのいわゆるプライベート、私生活、自分の生活は自分の生活であり、仕事場での仕事は生活ですから、それはまた別だと。公と私と二つ別々にすると。世間ではそういう生き方の方が
もてはやされるようですけれども、今朝いただきますのは、そのいわゆる鍵が2つある。一つは万能だと。もう一つはその制約があって、いわゆる私のことだけの鍵だと。その私のことだけの鍵が壊れたというわけです。これは神様がいわゆる公と使徒を分けることはならんぞと。これは取り次ぎ者、私どもへの神様のご共同だと思うのですけれども、その私の生活というものがあってはならないというわけですね。すべてが公だと。公と私があるということはない。すべてが公なのだということなのですね。そうだなとよくよく思うてみますと、師匠のあり方が、あられ方が確かにそうでしたね。師匠のあられ方には、公も私もその区別があられませんでしたね。オープンライフというのでしょうか。一切合切がオープンだったように思いますね。ここからは私の私生活だからみんな見られては困るとか入ってこられては困るというようなことはありませんでしたね。すべてをオープンにしておられたように思います。それこそご晩年になられてからはもちろんトイレも自分で歩いては行かれませんから、その足が悪くていけないわけですね。ですから私ども修行生がご用させていただき、二人で例えば両側から支えて、そして、トイレでポータブルのトイレなどに、お座りいただき、そこで用を足していただくわけですけれども、そういうことでさえ一部始終私どもは見させていただいておりましたから、いわゆるプライベートの生活というものがありませんでしたね。神様がそういうことを私どもに教えてくださっているのかなと思わせていただきました。いわゆる取り次ぎ者にとっては、これは今日は私の生活だから休みでどっかに出かけるとかいったようなその私事というのがないのですね。一切が公のことであるわけです。公も私もない。いやむしろ私という私事というのがないわけです。一切が公事だと。まさにオープンライフというのでしょうか。すべてをオープンにする。そういうふうな師匠のあられ方でしたね。それはどこから打ち込んできても、どこからどう見られても構わない。全く隠し事のない。確かに神様は天地一目に見ておるぞと。神様には隠し事はできません。しかし人間の目は隠し事ができますから、人間の目には隠そうといたします。しかし師匠は人の目においても隠し事をされなかったということでしょうね。それはどこから見ても天地一目に見ておるぞ。神様ご昇覧の世界ですから、神様だけではなく人の目に見てもオープンライフであったのではないでしょうかね。
そういうものを神様が求めておられるのではなかろうかと思わせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。